はい、皆さんこんにちは。今日の動画はですね、デッキ紹介ということで、前回ね、相場のデッキ紹介しましたけども、あちらは東京に遠征中に撮影した映像ということで、はい。で、今回の動画はですね、また本拠地からお届けしたいと思います。はい。で、今回のデッキはこちらです。ティアックの V8000S。年で言ったら1991年頃のデッキなんですけども、はい、V4 桁シリーズの一応フラッグシップデッキということで、一応ティアックの中ではこの V8000S が、ドルビー S1 号機ということで、はい。V4 桁シリーズのお話ということで、今回はね、ちょっとお送りしていきたいと思いますけども、V4 桁シリーズはですね、僕がカセットデッキをいじり始めた頃から使ってるということで、結構長く使ってるんですね。皆さんはもうカセットテープ歴何十年と、終わりかと思うので、全然、かなわないですけども、一応僕の中では V4 桁シリーズが一番長く使ってますかね。なのでいろいろとね、ちょっと僕の思いもちょっと混じるかもしれませんけども、紹介できることはね、たくさんあるかと思うので、たっぷり紹介していきたいと思います。さあ、それでは外観から見ていきたいと思います。こちらがティアック V4 桁世代の、この基本的な外観ですね。で、これが V8000S なんですけども、下の方のグレードに行くと V7000、V5000、V3000。で、あとエントリーモデルに V1000 番台っていうのがいるんですけども、1010から10番台になってから出てきましたね。V1000 っていうのはないですね。はい。はい、では前面をアップで見ていきます。ですね、この世代になってからの大きな特徴は、まずこのメカが、センターに来たというところですね。この直前のモデルだと V9000 と R9000 になるんですけど、それは左側にありました。はい。はい。で、じゃあ各所見ていきますけども、操作ボタンは左です。こんな風にちょっと隙間なく連なってる感じの。で、出っ張りがね、ちょっと控えめの丸っこいボタンですね。はい。こういう風に操作できます。で、そしてカウンターですね。カウンターは、リニア分数。で、リニア分数のカウンターだけです。残量表示とかはついていません。で、この真ん中、このテープレングスっていうところで、テープの分数を選んでカウンターをちょっと正確に表示させるっていうことができます。はい。で、RTZ って書いてあるのはこれリターントゥゼロの、略で、ティアックの、メモリーストップの、名称ですね。はい。リターントゥゼロです。例えばちょっとカウンターが進んだ状態で、これワンタッチでカウンターゼロのところに戻って停止してくれるという。これね、結構僕ね、使いやすくていいですね。普通だとメモリーストップをオンにしてから巻き戻しボタンを押すとか、そういうことをやる必要があるんですけど、ティアックの場合はこれワンタッチでカウンターゼロに戻るんで、これね、なかなか僕、便利だなって思います。そして、巻き戻し早送りボタンがこの下にね、ありますね。で、隣このゴールドのボタンが、頭出しモードのボタンです。で、押してこれ繰り返し押すと、飛ばしたい曲数を選択できるというね。はい。こういう風になってますね。はい。では真ん中です。真ん中にメカがあるんですけども、イジェクトボタンがこれです。はい。パワーローディング。5000以上がこのパワーローディングですね。はい。そして、右側です。右側にメーターがあるんですけども、ノイズリダクションのスイッチがここですね。で、8000S は、ドルビー S を搭載しているので、S、B、C と、こういう風に切り替えできます。で、7000以下は S がついてないので、B と C だけの切り替えになるんですけども、メーターのこのディスプレイには S の、表示するところが残ってると、そういった小ネタもあります。はい。で、これが、モニターですね。モニターの切り替えスイッチ。録音開始すると自動的にソースからテープに切り替えてくれるという機能を持ってます。はい。で、メーターがこちらです。これね、メーターがすごくね、ものすごく反応がいいんですよ。
ちょっと再生してみた方がいいかな。何か。はい、こうやって再生してるんですけども、こうね、すごくね、動きが機敏なんですよね。なんで、瞬間的なこのピークレベルっていうのをよく捉えてくれるっていうね、そういった動きをしてくれてね、僕これすごい好きです。はい、そして、ここからはどんどんちょっと細かいところになっていくんですけども、右下にあるのがこれデジタルで、ピークレベルの表示をしてくれると。で、リセットがここにボタンがあるので、押すと、クリアされます。はい。はい、そして、やっぱりティアックといったら、これがもう、名機能って言いますかね。はい。左右独立のキャリブレーション。ソニーだとね、ロー、ノーマル、ハイのイコライザー切り替えがついてますけども、あれもいいんですけど、やっぱり僕はこっちの左右独立の、調整ができるキャリブレーションの方に、惚れましたね。なので、ずっとね、こう、4桁シリーズをこう、ね、気に入ってるっていうのが、一番大きな理由ですね。はい。で、これが CD ダイレクトのスイッチで、バランスつまみ。で、ここが録音レベルのつまみです。やっぱでかいんで、こうね、微妙な調整がね、すごくしやすいんですね。はい。で、最後、ヘッドホンジャックが右下にありますね。はい。では、ちょっとメカの部分ですね、見ていきましょう。まずはドアを開けて、で、リットを外しますね。はい。リットは、プラスチック製で、10番台になると、金属製になるんですよね。確かに金属製の方がね、ちょっと重たくて、高級感はあるんですけどね。ただね、ちょっと窓がね、ちっちゃいんですよね。はい。で、ちょっと一旦ね、これフォルダー閉めますね。で、ここがね、ちょっとね、僕、この V4 桁シリーズが気に入ってるところなんですけども、これ、カセットスタビライザーです。よくあるスタビライザーはですね、こう、ね、窓の部分全体にこう、スタビライザーがあるっていった、そういったスタビライザーがね、結構多いんですけど、ティアックはね、ここだけなんですよね。なので、ちょっとね、他のスタビライザーと比べると、ちょっと抑え込む力がね、若干弱いかなっていうところはあるんですけども、それ以上に僕が好きなのは、こう、入れますよね。入れると、こう、ちゃんとね、このカセットのハブ、ちゃんと見えるんですよね。こうスタビライザーでこう全部覆っちゃってね、カセットが見えなくなっちゃうっていうのではなくて、こうね、ちゃんとね、こう見えるスペースを確保してるっていうのが、僕ね、ここ好きなポイントです。で、なので、例えばこうね、リットをまたちょっと戻しますけど、ちょっと再生してみますね。こうやってね、回る姿がちゃんと見えて、なおかつスタビライザーも機能するっていうね、これがね、やっぱり僕好きですね。はい、じゃあヘッドの周り見ていきましょう。オーソドックスな3ヘッド方式。6歳ヘッドは、コバルトアモルファスと、呼ばれる、コンビネーションヘッド。形はね、オーソドックスなコンビネーションヘッドをしてますけども、で、これはクォーツロックのダイレクトドライブで、クローズドループデュアルキャップスターということで、はい。はい、続いてはデッキの後ろ側ですね、見ていきましょう。じゃあちょっと、デッキを回転させます。よいしょ。この V8000S の重量は、説明書に書いてあるんですけども、10.5 キロです。10.5 キロ。で、そこそこ重たいですね。なかなかこう、持った感じのね、重心はやっぱり真ん中辺にある感じがしますね。均等に、重心がね、かかってるような、そんな感じがします。はい。こちらが V8000S の後ろ側です。5000、7000、8000は一緒です。後ろ側一緒です。で、3000になると、ここ CD ダイレクト端子あるんですけども、3000になるとこれがなくなります。で、ここもポイントだと思うんですけども、アウトプットの端子がね、ちょっとこう離れた位置についてるというね。はい。で、30番台になるともっと離れた位置につきますけどね。なんか真ん中辺に、
この辺かな、アウトプットの端子が来てて、でインプットの端子がねこっち側に来るとかね。はい。で、電源コードをちょっとね、見てみましょう。電源コードはですね、1991と書いてあります。91年製です。で、オーナーさんがね、ちょっとこうカタログをね、貸してくださったんですけど、これ、1991年10月のカタログなんですけども、これに V8000S、7000、5000、3000とね、載ってるんですけど、で、裏にこうやって V9000 と R9000 がね載ってるんですね。1991年10月の時点でもまだ9000番台は作ってたそうですね。でもう一個ね10番台に、モデルチェンジマイナーチェンジしたあれが93年だったっけな。はい、こっちですね。こっち、92年の7月のカタログになってるんですけど、こっち10番台になった時のやつですね。で、まだね、V8000S は10番台にならずに、まだ、0番台として残ってます。で、9000番台がですね、V がなくなって R だけになったとかね。はい。あとは7000、5000、3000が、10番台にマイナーチェンジして、で、新たに、1000番台の、1010ですね、エントリーモデルが出てきたということで、はい、というわけで、外観をね、ざっと紹介しました。では今度はですね、この V8000S で、実際に録音する様子をね、ちょっとお届けしたいと思います。さあ続いてはですね、V8000S を使ってですね、テープに録音してみたいと思います。じゃあ、まずはヘッドの周りをきれいにしましょう。クリーニングトワイ。さて、今回使うテープなんですけども、こちらの3本を使っていきたいと思います。まずノーマルポジション。はい、現行品です。レコーディングマスター FOX、60分テープです。これはですね、東京に遠征中にちょっと秋葉原も行ってきたんですけども、その時に買ってきたものです。なのでまだ鮮度は高いです。はい。はい、そして2本目。じゃん。はい。SA、もう王道の SA ですね。もうちょうど同世代の SA ということで、もう本命のテープですね。はい。はい、3本目、メタル。もうメタルはもうやっぱりこれでしょう。MA。はい。なんだろう、こう一番成熟した頃の MA ですかね。ということで、今回はこの3本です。はい、ちょっとここでですね、こちらの SA の、開封を行います。はい。では、開けていきましょう。Open the film。はい、やっぱり SA もこの頃の SA がなんだろう、やっぱり一番成熟してるんじゃないかなって思いますね。もうこの世代の SA も僕もすごいやっぱり特にヒスノイズですねが少なくて、今までに2本使いましたね、音楽の録音で。でもね、性能はねやっぱりすごいですね。特にやっぱね、この SA はもうヒスノイズの少なさが気に入ってますね、僕は。それで SAX になると、なんかもっとノイズがね、少ないっていうことらしいんで、ね、どうなんでしょうね。はい、来ました。いいですね、この SA。はい、開けたてほやほやの、大変鮮度の高い状態の SA です。ではちょっとね、これを巻き直ししていきますんで、ちょっとデンスケ君に巻いてもらいましょう。ゆっくり巻きます。はい、じゃあ準備ができましたので、実際に録音してみたいと思います。まずは FOX。
スであれかな、 V8000S とフォックスの組み合わせは初めてかな。前なんだっけ、UR が新しくなった時に V8000S 使いましたけど、まあちょっとフォックスでどんな音が鳴るかちょっとやってみましょう。すげえ、めちゃめちゃ高めが伸びますね、結構ちょっと這い上がりかなっていうぐらい入ります、まあね、きっちりキャリブレーションをしましたけども、もうちょっと深めでもいいかもしれないですね。ちょっときつい高音がそれだけね、やっぱね、シャキッとね高音が入りますね、このレコーディングマスターフォックス。本当にどんしゃりでもかまぼこでもなく、本当にドフラット、本当にフラットです。本当素直な音って言ったら、まあちょっとね、いい感じの表現に聞こえるかもしれませんけども、本当にそんな感じですね。はい、この3本の中では一番音が硬いです。で、まあ低音の強さで言ったら、まあ MA が一番出てるかなっていう、そんな印象です。はい。めちゃめちゃ音硬いですね。結構高音域のエッジが、かなりがっつり聞こえてきます。はい。MA だとちょっとやっぱりなんとなくちょっと味がつく感じがしますね。はい、3本聞いてみました。まあ、3本聞いた感想をまとめるとですね、まずフォックスは、まあ、ちょっと這い上がり感はちょっと感じましたけども、まあまあ、やっぱりノーマルテープですけど、なかなかその高音域の解像度もしっかりあって、なんかいい感じに撮れますね。
まあ UR だとちょっとこうね、なんかもさっとした感じになるなっていう時はこの FOX 使ってあげると、まあちょっと這い上がりがちょっと高がきついなと思ったらバイアスをちょっと深くしてあげるだとか、まあそういった感じの、取り方ができますね。はい。では続いてこの SA、これはもうね、ドフラットドフラット、もう本当に味付けもないそのまんまのもう本当素直な音です。はい。まあ、それよりも SA の必須ノイズの少なさっていうところに注目してあげると、まあ、このデッキとね、付き合いやすいのかなっていうふうに思います。はい。MA、まあ、最後 MA。ね。MA は、音が一気に硬くなりますね。すごい、こう、ハードな、エッジがすごい効いたような音でした。まあなかなかね、このデッキだと低音の迫力って出しにくいんですけど、MA だとね、まあまあ出てきますね。なんで、まあちょっとね、この曲のジャンルによって結構、なんだろう、撮った時の仕上がりがね、だいぶ変わるとは思うんですけど、まあ、さね、2曲目のエレクトロ系だったらメタルと相性は合うかなっていうところです。もうフュージョンだったらもう絶対 FOX か SA ですね。はい。さあ続いてはですね、キャビネットを開けてこの V8000S の中身を見ていきたいと思います。はい、では早速開けていきましょう。はい、これが V8000S のサイドパネルです。はい、裏がねこんな風になってまして、で V7000 も、まあ、同じような、このプラスチック製の、サイドパネルがついてますね。はい。はい、これでですね、開きます。では開けていきましょう。オープンザキャビネット。よいしょ。はい、中身はこのようになってます。で、その前にちょっとキャビネットの方ね、もう一回見ていただきたいんですけど、このキャビネット、意外と重たいんですよ。で、その重さの秘密が、この裏にありまして、はい。こうね、なんかね、貼られてるんですよ、これ。なんか金属の板なのかなこれ、そうですね。なんかアルミ板みたいなのが、こうやって、貼られてるんですね。はい。で、7000はこれがありません。なので、ちょっとこう、ね、ノックすると、結構こうボン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 って響くんですよ。でも8000はこうやって防振対策がされてるんで、まあ、こうね、まあ、聞いていただくとわかるかと思うんですけど、ちょっとね、キャビネットがタフになってる感じですね。はい。まあ、こういったちょっと、細かな違いもあります。はい。では改めて、デッキの中を見ていきましょう。基本的なレイアウトは、メカとアンプが、この壁でこうね、隔てられてるような、仕切られてるようなレイアウトになってます。はい。で、まあ、開けるとパッと出てくるのがですね、これですね。はい。ドルビー S の基板です。前紹介したアイワの X 係数7000もなんか同じような感じでしたよね。では各章アップで見ていきます。まずは電源部分。まずトランスですね。これです。で、すぐ隣にこの並活用のでかいコンデンサーがありますね。エルナー製で 25V の6800マイクロ。で、そして、電源スイッチがここにありまして、で、ここにロッドがついてますけど、これずっとこの制御系の基板の下をくぐって、ここにつながってると。はい。はい、そして次は、制御系の回路基板ですね。はい。これがマイコンですね。NEC のマイコンです。で、まあ、ここにあるのは、まあ、モーターを駆動したり、あとはマイコンの電源とか、
そういったまあ制御に使う電源をここで、生成してるんだと思いますね。はい、ここが、モータードライブですね。でこのデッキはモーターが4個使われてまして、でまあうち1個はダイレクトドライブなんですけど、ここがですね、ここのモータードライブが、リール用で巻き取り用のモーターを駆動するのに使ってます。はい。で、残り2つのモーターはですね、ここでやります。ここで駆動します。で、このデッキのあと特徴はですね、このフロントパネル、まあ、これは今ね、操作ボタンとかカウンターのディスプレイがついてる基板なんですけど、こうやってこういう風に接続されてるんですね。なんかこういうジョイントみたいな、連結器みたいな、そういった形でこうやって接続されてます。なのでこれフロントパネル外す時に外してもう一回つける時にこれ接続が押し込みが甘いと操作ボタンが効かなかったりカウンターの表示がおかしくなるっていう、そういったことも起こります。はい、僕経験してます。はい、では右行きます。デッキの中央部分、はい、メカニズムです。メカはですね、このね黒い鉄板でちょっとこう覆いかぶさってるような形になってますけども、実はこれ重要な役割がありまして、これメカの、アースを取ってるんですね。実はですね、このメカのここが土台なんですけど、この土台の下、ここプラスチックなんですね。でここプラスチックなんでアースが取れないんですよ。でじゃあどこでアースを取ってるかというと、これなんですね。これがボディアースにつながってるという。だからこれ外したまま再生するとモーターのノイズがこう盛大に乗るというね、そういった仕掛けがあります。はい、じゃあですね、ちょっとこの鉄板を取ってみましょう。ちょっとねメカの部分をね、見てみたいと思います。はい、これで外れます。はい、じゃあ、ちょっと取りますね。はい、出ました。3強メカです。3強メカ。まあ、これ、人によってちょっとね、ちょっと賛否両論じゃないですけど、まあ、好みが分かれるというか、ティアックの V4 桁世代で、まあ、特徴の一つとも言えるのが、この3強メカが使われているというところでしょうか。はい。やっぱこのメカの特徴はここにある、アシストモーターですね。はい。で、リールモーター。で、この下に、ダイレクトドライブがいますね。はい。V7000 も一緒です。5000になると、普通の DC サーボモーターになるので、はい。まあ、この辺にサーボモーターが来る感じですね。はい。で、さっき見えてましたけど、ここに、開閉用のモーターです。この V8000 とか、7000とか、4桁世代の0番台は、このメカがね、すごく外しやすいので、もうフロントパネルそのままで、ここからスポッとこう、メカを下ろせるので、メンテナンス性はね、すごくいいんですね。30番台だとフロントパネルを外さなきゃいけないんで、ちょっとめんどくさいんですよね。なんで、僕0番台、10番台もそうですけど、こっちの方が好きですね。はい、じゃあメカの部分は、これくらいにしておいて、次、アンプいきます。はい、まずはこれ、ドル BS の基板です。IC が4発ついてますね。で、この配線が、この隙間を通って、この下にあるメインのアンプの基板に行ってるという、はい、そんな構造になってます。一応こうね、ドル BS の調整もね、2つだけですけど、一応トリマーがついてます。はい、じゃあまたですね、このドル BS の基板をちょっと避けてですね、こっちのメインのアンプの方のね、基板を見ていきたいと思います。はい、じゃあこれでここね外れますんで、ちょっと避けていきますね。よいしょ。一応ねこ
なんだっけ、こういう金属のこうステーに固定されてるんで、基板が。なんで、下はちゃんと、基板がむき出しになっていないという状態なので、これをやりやすいですね。はい、こちらがメインのアンプの基板です。このレイアウトはあれですね、V3000 から8000までがだいたい似たようなレイアウトをしてます。8000S はちょっとドルビー S がある関係で、ちょっとだいぶちょっと混み合った感じになってますけども、はい、じゃあちょっと見ていきますね。まずこの左奥にあるのが、ここがこうアンプの電源ですね。はい、ここにトランジスタがいます。で、ここ電解コンデンサーをこうつけるところがね、こうポカンと開いてますけども、7000以下になると、ここに電解コンデンサーがつきます。じゃあ右行きますね。右はここが録音用の、ノイズリダクションですね。ソニーの IC、ドルビー IC がついてます。で、MPX フィルター用の、コイルがありまして、はい。で、ここに2つトリマーがついてますけど、ここがね、キャリブレーションの、テストトーンを作ってる回路ですね。はい。じゃあ、どうしようかな。右行きますか。で、右、ここね、シールドに覆われてるんですけど、この中に、録音レベルと、あとバランスの調整ですね、のボリュームが、入ってます。で、このボリュームからこう、長いドットでこうね、つながってますけども、これ結構ね、V4 桁世代のまたまたね、特徴の一つかなって思います。はい。そして、ここが再生用のノイズリダクションの回路ですね。はい。じゃあ、下行きますね。手前に行きます。ここが再生アンプです。はい。これだけです。これだけです。これ、3000、5000、7000、8000と、大体同じなんですけど、8000だけは、ここにイコライザー、再生のイコライザーのこう調整がついてるんですね。7000と5000、あと3000もそうなんですけど、はついてないんですよ。レベルの調整しかできなくて。はい、ちょっと、アングルを変えましたけども、オペアンプがありますね。で、オペアンプと、ここの、見えるかな、こうでかい電解コンデンサーの左にある、ちょっと棒で隠れて見にくいんですけど、FET ですね。FET とこのオペアンプの組み合わせで、増幅してるみたいです。こうね、本当にね、こんだけなんですよね。これだけなんですよね。ティアックの場合は、もともとからね、そこまで再生アンプって面積取らないっていう傾向にあるので、普通かなって思います。はい。はい、じゃあ、こっち行きますね。はい。で、ここにメカがあって、ここですね。録音アンプと、バイアスの発信回路ですね。はい。NEC の IC があるってことは、ドルビー HX Pro がついてます。強制オンです。オフにはできません。これもちょっとね、意見が分かれるかもしれないんですけども、僕はね、ずっと、ね、長いこと V4 桁に慣れてきたんで、強制オンになっていても、そこまで気にならないかなって思ってますね。はい、そして、ここ、右手前のところにあるのが、ここがメーターの基板ですね。7000以上はピークレベルをデジタル表示するので、ここにね、またトリマーがついてるんですけど、5000になるとなくなるんで、このトリマーもなくなります。これがヘッドホンアンプです。このコネクターで刺さってるだけなので、もうこの状態であと1本固定してるネジがあるんですけど、これと、あとはこのつまみさえ外してあげれば、もうスポッと抜けるので、ここだけチューンアップしてみるっていうのもね、面白いかもしれませんね。さあ、今回はティアックの V8000S を紹介してきました。主に V4 桁世代のお話でしたね。はい。で、特徴を簡単にまとめるとですね、まずいいところはですね、やっぱりこれですね。
左右独立で調整できるキャリブレーション、やっぱこれがあることによって、より調整を追い込めるというか、テープの、バイアスの、左右の誤差までしっかり、修正できると。で次にですね、ここはちょっと惜しいかなっていうところなんですけども、それはですね、録音するときにちょっとテープを選ぶかなっていう点ですかね。はい、ソニーみたいに、録音イコライザーの切り替えがついてないので、ちょっとテープの相性によって、うまく録音できたり録音できなかったりっていうのが多分出てくると思います。一番相性がいいのはやっぱり TDK とマクセル。はい、そして最後、ここはちょっと好みが分かれるかなっていう部分なんですが、やっぱり音質ですね。音質がですね、味付けのない素朴な音質。逆を言えばフラットで素直な音質とも言えるんですけども、そうですね。正直言うと、ちょっとあんまり面白みのない音かもしれません。忠実でピュアな音が好きっていう方にはこのデッキ合うと思うんですけども、僕もいろんなデッキをね見てきましたけど、もちろんねまだ見てないデッキもあるんですが、やっぱこのデッキ、V4 桁世代のこのデッキが、一番素直な音かなっていうふうに思ってますね。使い始めてから、やっぱこの感想は変わってないです。はい、ということで、今回はこちら、メンバーさんの V ハーツセンスですね。こちらをお借りして紹介させていただきました。はい。デッキをお預かりするときは、大半が壊れた状態で、やってきますので、動く状態にして、こうやって紹介していくわけなんですけども、また、新しいデッキが入ったりだとか、新しい企画をやる際に、ちょっとね、メンバーさんのデッキをお借りして、いろいろ紹介していきたいと思いますので、また見ていただけると嬉しいです。ではまた。